皆さん、こんにちは。ゆきです。今日のテーマは、日本の試験で絶対やっちゃいけないことです。そう。カンニング。カンニングについて話します。もしかしてカンニングって英語だと思っていませんか？実は英語から入ってきた日本語だけど、日本で違う意味で使われるようになった言葉なんです。今日はこのカンニングという言葉の意味、日本での使われ方、もともとの語源は何という単語なのか、優しい日本語で解説していきます。この動画を今日初めて見てくれた皆さん、はじめまして。私は沖縄出身の日本語ネイティブスピーカーのゆきです。このチャンネルでは日本語の単語の意味とか使い方、私の視点で優しい日本語で話しています。よかったら日本語のリスニングの練習に使ってみてください。実は今日2週間ぶりに動画をアップしています。日本語教師の試験があって、その勉強のために少しお休みをしていました。皆さん、たくさんの応援メッセージありがとうございます。皆さんの応援がとても力になりました。試験が終わったので、これからは毎週アップしてライブ配信もやろうと思っています。では今日は試験に関係する言葉、カンニングを紹介します。カンニングという言葉の意味は、他の人の回答、答案。答案というのは、この答えを書く紙のこと。回答用紙とも言うんだけど、他の人の答えを見て同じ答えを書いたりとか、あとは試験の前にメモしておいたものを隠しておいて、それを試験中に見て書いたりとか。日本ではもちろんカンニングは禁止です。もしカンニングが見つかってしまったら、あなたが受けた試験の点数は無効になります。無効になるというのは、受けてないことになる。点数がゼロになってしまいます。でも、それだけじゃなくて、例えばもうこれから先この試験は受けられませんよと言われてしまうかもしれません。だから見つからなかったからラッキーというわけではなくて、えーどうしてその試験を受けるのか、例えば自分の日本語のレベルがどれぐらい上がったのかとか、そういうのを確認したくて受けると思うので、カンニングをして合格したり、カンニングをしていい点を取っても、あなたのためにはなっていませんよね。だから、どうしてこの試験を受けるのか、よく考えてみてください。では、このカンニングという言葉、どこから来たんでしょうか？この語源が面白いんだけど、もともと英語のカニングという単語から来ています。英語のカニングは日本語にするとずるいとか、あと少し難しい言葉で言うと、狡猾なという言葉があります。狡猾なという言葉です。つまり、日本ではずるいという意味のカニングがいつの間にか試験でずるいことをする人という意味からカンニングという言葉になりました。こういうふうにもともと海外からアメリカとかヨーロッパとか欧米から入ってきた言葉で、日本で違う意味になって使われている言葉がたくさんあります。和製英語と言います。もしかしたらこの動画を見てくれている人の中に、今週末の EJU を受ける人や来月の JLPT を受ける人がいるかもしれませんね。今は勉強がとても大事な時期だと思います。でも、大変な時もあると思うんですが、どうして日本語を勉強しているのか、はじめに日本語を勉強したいと思った気持ち、アニメを字幕なしで見たいとか、日本の文化に興味があって日本語を勉強したいと思ったとか、
いろいろ理由があると思います。どうして勉強したいと思ったのか、その最初に思った気持ちを思い出してみてください。その気持ちがエネルギーになると思います。はい、今日はカンニングという言葉をシェアしました。英語のカニングから来たけど、日本ではチーリングの意味で使われています。和製英語って面白いですよね。他にもたくさんあるので、興味がある人は調べてみてください。違う国や文化から入ってきた言葉が日本でまた別の言葉、別の意味で使われるって面白いですよね。あなたの国にもこんな風に和製英語みたいに元々の意味とは全然違う意味になっている言葉はありますか？もし他にも何か和製英語を見つけたら教えてください。では、これから試験を受ける皆さん、頑張ってね。私も応援しています。カンニングはしちゃダメだよ。今日も最後まで見てくれてありがとう。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。